はいどうも皆さんこんにちは。今回は国際連盟脱退についてお話ししていきます。満州事変が勃発すると中国は日本が満州を侵略している、これは条約違反だと言って国際連盟に助けを求めました。こうして国際連盟は真相を調べるため調査団を派遣。その結果、日本軍の行動は不当であるという調査結果が出ます。これを受けて日本は国際連盟を脱退、国際的な孤立への道を歩み始めていくのです。しかし当然ですが、日本も最初から脱退したかったわけではありません。今回の動画でなぜ日本が脱退に至ったのかということを確認していきましょう。1932年5月15日、総理大臣の犬養毅が殺されました。5.15事件です。現役の総理大臣が殺されたとなると、次の総理大臣を決めなければなりません。これまでは政党内閣が何かしらの理由で総理大臣を失った場合、同じ政党の中から次の総理大臣を選んでいました。つまりこれまで通りであれば、犬養毅の後を継いで立憲政友会の総裁となった鈴木喜三郎が次の総理大臣になるはずです。しかし彼は総理大臣に選ばれませんでした。理由は簡単、軍部の台頭です。この頃の日本では満州事変や5.15事件によって政党の発言力が弱まっており、軍部の発言力が強まっていました。特に陸軍で勢力を強めていた一隻会を率いていた永田鉄山は政党政治を強く嫌っており、もしも政党から次の総理大臣を選んだ場合には陸軍大臣を出さないと発言しています。つまり前例通り鈴木喜三郎が総理大臣となり政党政治を続けるのなら、陸軍は陸軍大臣を出さないと威嚇したのです。こうなると政党から総理大臣を選ぶことはできません。別の人物を探します。探すべき人物は陸軍も海軍も納得でき、政党と関係がない人物、それでいて軍部に偏りすぎない中立的な人物です。このような条件のもと選ばれたのが斉藤誠でした。彼は海軍出身の人物で、海軍大臣や朝鮮総督などを務めており、軍政経験は豊富。しかも比較的中立的な立場を取っていたため、政党出身の政治家も内閣に入れるという人物でした。このような経緯により斉藤誠が総理大臣に決定され、日本は挙国一致内閣と呼ばれる時代に入っていったのです。しかし挙国一致内閣といえば聞こえはいいですが、悪く言えば寄せ集め内閣です。斉藤内閣の構成員を見てみると、軍部、政党、貴族院などの各勢力が内閣に入り、互いに牽制し合いながらバランスを維持しているように見えますが、逆に言えば様々な対立を抱えており、常に崩壊の危機を伴っている内閣とも言えます。事実、これ以降の斉藤内閣はバランスを維持しようとするあまり、事なかれ主義で事態を処理していくしかできなくなり、日本の非常事態はどんどん悪化していったのです。そんな当時の日本の最大の課題は何といっても満州事変です。中国の独立を助けるという名目で建国された満州国ですが、犬養毅が総理大臣をしていた頃は日本は満州国を国として認めていません。しかし5.15事件で彼が暗殺されると、それが一転します。関東軍と親密な人物である内田光斎が外務大臣となったからです。彼はたとえ日本が焦土となっても満州の権益を守り抜くという考えを持っている人物だったので、日本は満州国承認へと動いていきます。一方中国政府は黙ってはいられません。満州国は認めない、これは日本の武力侵攻だと言って国際連盟に訴えたのです。こうして中国からの訴えを聞いた国際連盟は実情を調査するために現地に調査団を派遣します。リットン調査団です。約2ヶ月に及んで調査した彼らの結論は、中国は日本の権益を侵害していた。しかし日本の行動は自衛の範囲をはるかに超えている。柳条湖事件における日本軍の行動は不当であるというものでした。さらに満州国建国は中国人の自発的な独立運動によるものではない、日本の活動によるものであると断定して、満州国は認めないという立場を取っていました。しかし一方で満州における日本の特殊権益には理解を示し、紛争解決の方法として満州に中国の主権下に自治権を持った政府を作り、治安を守るため少数の憲兵隊を置いて、それ以外の軍隊は撤退するという、かなり日本に配慮された解決案を提示していました。ところが先ほど言った通り、当時の外務大臣である内田光斎は、たとえ日本が焦土となっても満州の権益を守り抜くと考えている人物だったし、
新聞は満州国を認めないような提案は断じて受け入れられないと報道して、日本の世論を国際連盟脱退へと誘導していました。しかも政党からすると、これは一度失った国民の信頼を取り戻すチャンスです。もう一度政党内閣を復活させよう、国民の支持を取り戻そう、そのような考えから政党も世論に迎合し、満州国承認へと動いていきました。こうして日本は満州国を正式に承認。日本と満州国との間で日満議定書が交わされます。この議定書では、満州国に関東軍を駐留させたり、資源を日本が確保したりすることが法律で決められました。さらに満州国に日本人顧問を派遣するということも決めたので、満州国は事実上日本の保護国となり、その支配権は関東軍が掌握することになったのです。さて、こうなると新たな問題が発生します。満州国の国境がどこなのかという問題です。文面上での満州国は熱河省も含む形になっていましたが、実際のところ熱河省は張学寮の勢力下にあります。そこで関東軍は熱河省を満州国に編入しようと考えて、新たな軍事作戦の許可を要請しました。この要請を受けて陸軍は熱河省攻略を決定。北京のすぐ近くにまで兵士が投入されていきます。軍部や国内世論の強い突き上げを受けた政府は、すでに戦闘が始まっている以上、もはや引き返すことはできないと考えて熱河作戦を承認しました。このような状況で国際連盟の臨時総会が開かれると、日本軍は撤退すべきだという話が持ち上がります。その決議案が日本の反対1対その他の国の賛成42という圧倒的多数で可決されたことにより、全権である松岡洋右は直ちに退場。ついに日本は国際連盟脱退を通告しました。こうして日本は国民、メディア、政党、軍部などの思惑が影響し合って、国際協調路線から大きく方向転換して孤立化への道を歩んでいくことになるのです。その後、関東軍はついに熱河省を占領、頂上線を突破して北京方面に向かっていきました。これを見た中国側は、このままでは北京まで落とされてしまうと考えて、ついに日本側に停戦を求め、両軍代表によって停戦協定が結ばれました。これが丹空停戦協定です。こうして龍城湖事件以来続いていた戦闘が中止され、満州事変は収束し、表向きは落ち着きを取り戻しました。しかしこれ以降も関東軍は中国東北部の支配権を獲得することを目指していくことになるのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして日本は国際連盟を脱退し、国際的に孤立してしまいます。その後、斉藤内閣も汚職事件により内閣総辞職に追い込まれ、斉藤誠の後任には同じ海軍出身の岡田圭佑が選ばれました。ということで、次の動画では岡田内閣と天皇機関説問題についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。